はい。パルの冒険です。本日もこちら、戦国府部やっていこうと思います。今、斎藤道さん手に入れたんですけれど、そうやね、突破スキル見ていこうと思います。突破スキル、極低いうことで、これは、味方各部隊の毎ターン初回行動後、敵でもそうやねんけど、味方でも敵でもかな。味方っていうのはもうおかしいな。普通敵やねんけどね。敵が各部隊毎ターン初回発動後っていうのが大抵極点になるんですけど、で、銃撃による行動を除く。で、その味方部隊に計略10ほどの防壁効果を与え、洞察っていうのはですね、見破りを上げるバフですね。ランダムの敵1部隊に40の計略ダメージを与え混乱を付与2ターン。自身に計略 5% ほどの防壁を与え激励を付与1ターンってことで、ここまで見て、そうやね、非覚醒区でこれ使えるか言ったら使われへんね。極低でこの性能やったらね。で、非覚醒区じゃなくて覚醒体中納言とかに来るとこういう感じになるのかな。これが、突破スキルの速さが重要で、これが中ですね。中で同様に影響されない。自身に兵力が回復するとっていうことで、これは誰かしらに兵力を回復してもらうと発動するトリガーが発生するんやけど、自分自身で回復かけてもこの子は発動せえへん。自身に計略15ほどの防壁効果を与え沈部効果を発動。敵兵力最小の2部隊に独占ってことで、ここまで見たらめっちゃ弱い。ランダムの敵3部隊に65の計略ダメージ。これはね、独占のダメージやから、65やけど、普通に考えたら、独占のダメージってかなり、防がれへんから、めっちゃ入っていくんですよ。やねんけど、これはね、ちょっと違うんですよね。多分ね、これ普通やったらね、独占でダメージ入っていく時の入り方って言ったら、毒を与えて回復するから、回復が逆にダメージになるっていうことやねんけど、これは回復じゃなくてダメージなんですよね。だからこれどっち取るかなっていう感じですよね。ちょっとやってみなわからんねんけど。で、これが優秀やね。次に書いてある。気絶を付与。ランダムの敵3部隊に気絶を付与一旦っていうことで、ここは優秀やと思いますわ。気絶を打てるっていうことは。1回の行動で最大2回発動可能。で、毎ターン6回発動可能っていうことで、そうやね、奥村助右衛門とかが全体で2回だけ。やねんけど、奥村助右衛門全体やからね。で、頂点の島津義弘とかは後列だけやけれど何回かな、あれものすごい打てますよね。いうことで考えたら、これはどっちつかずっていう感じですかね。強化後ね、突破スキルが上書きされ元の効果を失いますっていうのは、これも全部そうやと思うけど、これのことを言うとね、これ突破スキル極低のこと、ここに書いてある極低のやつは、こっちを解放すると多分元の効果を失います。これ今まで書いてなかったんやけど、これ全ての頂点部署に言えることなんちゃうかなって僕思ってますよね。だってそんなん性能が出たことがないんですもん。ここが開いた時の性能がね、こっち開けてしまうと。今までなんでこの説明がなかったんかなっていうのもちょっと不思議じゃないんけど、気にも留めてなかったんやけどね。で、ここ、真ん中の下、ここなんですけど、挑発にかからない。戦闘侵入時自身に視線3ターン付与。未突破っていうことで、ここね、3つ開けていった時の
今、この時点では、ものすごく弱いって思うんですよね。これが一番新しく出た頂点武将なんかなっていうふうに僕、思うんですよね。で、受動スキルなんですけど、自身の兵力が 70% を超える場合、扇ダメージアップ 30% ってことで、これはどうかな。なんとも言われへんな。次行きましょうか。自身の兵力が 70% を超える場合、扇スキル、覚醒スキル、突破スキルでの火ダメ軽減 25%。これは大きいかな。で、打破。攻撃時受け止められる確率低減。プラス 40% っていうことやねんけど。この時点でね、僕が言えることは 70% でしょう。真髄のね、何かしらがあるんですよ。それによって、これが、まあ、威力を発揮してくるっていうことはあるんやけど、まあ、それはまあ、ここでは話さんでいいかな。で、次行きましょうか。これね、性能的にはね、そんなに強い性能じゃないんですよ。だからどこで使えるんかなって思うんですよね。だから使えるとさ、ここでしょ。ここしかもう目を見張るもんがないから、発動のトリガーは自身に兵力が回復するとやねん。ね。だから兵力回復すりゃいいんでしょ。で、ちょっと動かしてみましょうか。はい、戦闘始まります。こういう状態で、ちょっと僕来てみたんやけど、これ守ってる方が僕なんですけど、この松平元康が、今川の名店、これね、今川の名店によって、ほら、回復したでしょ。今動きたいんですけど、時政。で、ここにいるんですよね。後列の一番端に斎藤道さん。で、今回復してないんやけど、まだ、時政が回復してましたね。僕ちょっと慌ててもた。同様に影響されないっていうことで、自身に兵力回復するってことで、これね、この部隊、今川がおって、時政がおって、斎藤道さんおる。これ、松平、ここですよね。松平が、後列に、回復かけれるんですよ。暗部かけながらね。これちょっと見ましょうか。これ時政はね、だから兵力が減るから、どんどん動けるんやけど、これどういくかな。ここでね、守ってる方の後列の端に斎藤道さんいるんですよ。だから時政は何回もね、これ兵力回復しそうなんやけど、それ以外の武将は、これまだ一回も減ってないんですよ。これでちょっと 4だけ減ったんやけど、でもちょっと防壁で守られてますよね。ちょっと減った今ちょっと減ったんやけど、斎藤道さん見といてください。この動画は斎藤道さんの動画やから。いや、追いゲージ2やけど溜まりましたよね。マムシ。今、回復しました。回復したんやけど、止められとんちゃうかな。これがね、今動いたね。動いた。今、斎藤道さん動いたんやけど、そんなにね、言うほどね、活躍しそうかっていうとね、活躍してないっすよ、これ。もう後列はね、満タンずっと溜まってるし、あそこ初姫んとこちょっと、パル君、ちょっと固めなあかんよっていうことで、この斎藤道さん、状態異常って見て、結局、希望が入ってってことやけど、2つだけやね。これでずーっと行くんやけど、これ結構、これでもう、74,625? だけど、ほとんど動かないですね。兵隊が減らへんっていうので、あんまりちょっと飛ばしましょうか。ちょっと飛ばしてなんか動くかな。やっぱあっこは減ってないもんね。どっから移されるんかな。横断の裏がね、時政。時政よう減るね。減って回復するから。
もう時政やったらこれよう動きますよ。いやけどこれ斎藤道さんはほとんど兵力今1319で1319でしょ。いくも減ってないから兵力回復しても回復しようがないんですよ。うん。こういう感じか。ということでちょっと動かへんね。相手も斎藤道さん、洋さんおるじゃないですか。やけど、洋さん動いとうか言うても、ほとんど怖くないんですよね。対峙した時に、あっちに、相手に攻めてる方、斎藤道さん、後列の方、真ん中にもおるし、端にもおるんかな。これ、今おったやね。やけど、あんまり恐怖を感じないんですよ。全然。これちょっとうちの守ってる方の斎藤道さん減ってるんで、松平が回復したらまた打ちますけど、これで打つと思いますよ。ほら、これでね、打つんやけど、なんかもう一つやな。あ、これでね、また回復した。だから回復したら打つんやけど、これ沈部が入るからね、回復したら、沈部が入ってから打つ。あ、ちょっとどこや。書いとうかな。これは有効ですよ。回復が入って、で、沈部入ってから攻撃するから、だからずっと満タン状態でいけると思うんですよね。どこから取っても回復していって、回復はまあその時はあかんやろけど、沈部が入るから、この沈部っていうのがやっぱ大きいですよね。いうことで、ちょっと次行きましょうか。でね、これね、だからどうやったらね、動くんかなっていう風にね、それがね、わかんないんですよ。だから強さ的には、これでもまあ、舞台的にはね、藤吉郎がおって、元康がおって、織田信長、あこが抜けとね、初姫が倒されたってことだよね。で、今川がおって、義輝がおって、あこも抜けとね、時政がおったからね。ね、動作がおって、だんだん削られていってますね。ということで、ちょっと次行きましょうか。はい、戦闘始まります。これね、どういう舞台かいうと、真ん中、守ってる方が僕なんですけど、守ってる方の僕に、ここ、義政がいるんですよ。義政ってね、見てもらってわかるかな。兵力回復、後列に奮闘をかけながら、敵部隊にいろいろしながら銃撃にね、兵力回復するんですよ。義政って。そこがね、これ書いとんかな、書いてない。なんか見当たらへんけど、こっちで書いとんかな。物理30ほどの兵力を、防壁を与え、暗部効果。で、物理攻撃最上位の味方部隊に銃撃、自身に激励。このね、いつも見とったらね、この義政が、兵力回復するんですよ。それを知ってるから、僕は。ここ書いてないけど、書いてないですね。書いてないけど、書いてないように見受けられるんやけど、義政が重列乗ったら、義政の重列乗ったら、後列、斎藤道さん、兵力回復すると思うんよね。だからそれで僕は、書いてあるやつ、字を信じてるんじゃなくて、戦闘で戦った時に、戦ってるのを見て判断してるんですよ。だからね、斎藤道さん、もし取りに行かれる人、まあ僕ももう持ってるんやけど、育成するかどうか考えるときに、これ見てほしいんやけど、もう弱点言いますわ、斎藤道さんの。弱点は気絶に弱いんですよ。だからこの、島津義弘で、この奥村助右衛門、僕、あんまり持ってないんですよ、気絶の舞台ってね。持ってるのはこの島津の義弘と奥村助右衛門とか、そういうぐらいのもんなんですよ。やけど、こうやって完全に止めれるんですよね。もう完全にこの斎藤道さんは、気絶で止まる。気絶で止まったらもうこれをガシガシこの義弘で削られるから、もうこれが完全に
弱点ですよ。だから僕はね、まあおすすめするかおすすめせえへんか言ったら、まず動いたか動いてへんか分からへん武将、まあ経路回復したら動くんやけど、それでもね、こんだけ気絶でガシ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 やられて、これってね、コンピューターの舞台って卑怯で、こうやって斎藤道さん2人おったりするじゃないですか。それでもね、こんなに弱いんですよ。だからこれ完全にガシ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 、この義弘でも完全にいかれてまうからね、ほぼ盤石の体制を整えられるんですよね。いうことで今回はね、まあ初めてっていうか、斎藤道さん頂点武将のお披露目やったんやけど、僕はね、この武将が強いか弱いか多分弱いとしか言いようがない。で、育成するかせえへんかやったら育成せえへん方がええんちゃうかな思うんだけど、まあこれは僕の個人の意見やから、まあ皆さんがこの武将に合う他の武将が持っとって、いや是が非でもこれ合うんや言うんやったら、まあそれはそれでいいんやけど。ということで本日はね、これどうやってねこの斎藤道さん動かしたらいいんかなっていうのをね、ちょっと僕の方からね提案したいっていうか教えてほしいなと思うんですよね。僕今この時点では育てる気がしないですよね。これ見てもらってわかるけど、気絶で止められてパッパカパッパカ削られたらもう全く動いてないじゃないですか。全く動かへん武将を強化してもしゃあないからね。ということで本日はこういう動画になりました。そうですね。この動画から何か得れるもんがあるんか言ったらちょっとなかなか難しいかもしれへんけど、何かの参考になったっていう方は、高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。またハイプっていうのがあるんです。そちらの方もお願いいたします。どうもありがとうございました。